日本がアフリカのホームタウンになる問題が連日大延長してますが、ひろゆきさんどう思いますか？選挙で負けて支持率が低迷している現政権の言うことは信じられません。僕はこれツイッターでも全く反応しなかったんですけど、で、なんで反応したかったかっていうと、デマだろうなと思ったから反応しなかったんですよ。案の定、政府としてはそういうのありませんって言ってて、で、ナイジェリアの政府がそういう発表して、で、それを信じた BBC が記事にして、その BBC の記事をもとに日本人が SNS で騒ぐっていうので、そこで NHK が SNS でこのように騒がれていますみたいな表現されてたんだけど、一番悪いのナイジェリアだよね。BBC のせいだって書いてる人もいますけど、ナイジェリア政府が公式にホームページで発表している以上、それは BBC も取り上げざるを得ないじゃないですか。だってナイジェリア政府のサイトに書いてあるんだよ。これはね、BBC は僕はね、騙されてもしょうがない、悪くないと思うんですよ。で、BBC に書いてるんだから日本の人が騒ぐ。それもしょうがないよ。だって BBC そんなに嘘つかないからね。結局ナイジェリアってそういう適当な国ですよって話だったんですよ。ちょうどナイジェリアが成長不安だよねみたいなのをリハックの海外支社をやってる須賀川さんと話をちょうどしてたところで、まあナイジェリアってそういう感じだよねっていうところで、僕としてはあんまりそもそもそのニュースが出た時にもう信用はしてなかったんですよね。突然そのアフリカの人にビザを緩和しますみたいなっていうのをさすがにやらないだろうっていうのと、やるにしてももうちょっとルールを厳格にしてからじゃない、多分法律作らないとできないと思うんですよね。なのでそんなに早急に決まる話ではないと思うので違うだろうなっていうので、これがなぜそうなってしまったのか問題っていうのを解説している人がいて、それが正解かどうかわかんないですけど、JICA だよね。日本のその組織が木更津だったりとか千葉県の町とアフリカの国の提携協定みたいでやりますよみたいな姉妹都市制度みたいなのがあって、例えば福岡市だとフランスのボルドーと姉妹都市になってますよみたいな姉妹都市制度っていうのがあるんですけど、あんな感じのをやろうとしたらしいんですよね。で、そこでなんとなくホームタウンというカタカナの表現を使ったっぽいんですよ。木更津がナイジェリアのホームタウンになりますっていう、これはカタカナのホームタウン、日本語で言うね。別に特に深い意味もなくて、姉妹都市的な意味ですよっていうところが、ホームタウンをそのまま英語で翻訳してしまう結果、それはナイジェリアの領土になる。ナイジェリアのホームタウンって言われたら、じゃあそれはナイジェリアの飛び地として木更津にナイジェリアの土地ができるんじゃないか。そういう誤解を生んでしまったみたいな。例えば、南米のね、ギアナっていう国の中の右上のところにフランスの領土があったりとか、あとハイチのところにもあるのね。ハイチはフランスの領土じゃないから。領土ではないけど、共有地かな？フランス政府が一応関わる土地があったりとか、っていう感じでフランスって飛び地を持ってたりするんですよね。っていう感じで、ナイジェリアが日本に飛び地を持つのかなみたいな、そういう感覚だったりするんですよ。フランスとマリとかって昔は仲が良かったというか、マリが植民地で、マリの人はフランスの永住権を取ろうと思ったら取れますよみたいな仕組みがあったりとか、っていうので、他の国に土地が持ってたりとか、他の国が管理してますっていうのは、まああるよねっていう感覚だと思うんですよね。昔じゃあジブチがフランスの植民地でしたとかもあったりするので。っていう理解のもとにホームタウンと言ってるからそういうことじゃないかみたいなのが伝言ゲームで広まってしまったゆえなんじゃないかなと思うんですけど、中国が九州地方の島を買い漁っています。近くに岩国があります。怖くてありません。土地やマンションや水源が中国にどんどん侵略されて不安です。りょうさんどう思いますか？売っちゃいけない地域というのをちゃんと国が指定して、そうじゃない地域というのを外国人が買うというのは僕は問題ない形にするべきだと思ってるんですよ。問題のある地域を外国人が買うのはよろしくないよね。それは同意です。なので、ここは外国人が買っちゃいけません。例えばじゃあ、沖ノ鳥島とか、尖海諸島とか、この島を起点にして、日本の EEZ が決まってますとか、日本の海峡が決まっていますっていうところは、それは外国の人に持たせて、その人が、ここで日本じゃなくて中国だわとかって言い出したら、日本の EEZ 経済的排他水域時代の地図も変わってしまうので、それは良くないよね。水源の周りとかを全部買われてしまって、川を埋めてしまうとか、そこにどんどん使えないような排水を捨ててしまうとかってやられると、それは使えなくなるよねとかがあるので、法律上、この部分を行政として管理できなくなる地域は売っちゃいけないよねっていうのは、ちゃんと明確にして、そこの部分のエリア決めるべきだと思うんですよ。で、僕、それ以外は外国人にバンバン買わせていいと思ってるんですよ。で、ただ、外国人は固定資産税ちょっと高い。
日本人でマイナンバー持ってる人は固定資産税安いんですけど、そうじゃない人っていうのは固定資産税高いですと。で、仮にじゃあ毎年の固定資産税 3% ですとかっていうと、その土地の価値の 3% 分が税収としてバンバン入ってくるわけじゃないですか。3% 高すぎるかな ?0.5% ってぐらいでいいかもしれないですけど、っていう形でいくと、外国人が土地を買うと、その外国人が日本に税金をバンバン払ってくれるようになるんですよ。っていうので、土地のレンタル料っていう形で入って、日本人は働かなくてもお金が入ってくるので、そのお金でいろいろやりたい放題やったりとか、楽しく暮らしたりとか、逆にじゃあ土地を買い直すとかもできるんですよね。っていうのがあるので、外国人のお金を持ってる人が土地を買って納税するようにする。で、納税しないんだったら差し押さえして日本の土地に戻すっていうのをやればいいだけなので、なので僕は外国人が買うこと自体に反対するというのは、むしろ日本の国益を失うと思ってるんですよ。簡潔にいくと、日本政府は日本を捨てたいのでしょうか。インド人、アフリカ人系領、国民の声を無視して取り入れるなど SNS の動向を見ると、日本の未来、外国人の税制や土地の汚染や売買などに関わると終わりだと書いてあるんですが、ひろきさんのお考えいかがでしょうか。SNS の投稿は間違ってるだろうなと思っていたので、結果間違ってたよねっていう説明をしました。SNS の情報で信じて社会の動きが決まっていると思わないわけです。SNS は間違ってる情報が流れることは多いので、もうちょっとゆっくり情報を見た方がいいんじゃないかなと思います。自民党政権の移民推奨がひどすぎて、中国からの移民が増えすぎて、日本も第二のウイグルやモンゴルになってしまうんでしょうか。発信して日本に使命感あると思うので勝ちです。やはり選挙に行くしか国民の未来はないですから、選挙でしか国民の未来はないはそうなんですけど、まずウイグル側から見ると中国の人たちが増えたよねっていうので、中国の人たちを外国人移民だと考えるとそうかもしれないですけど、あれは侵略みたいなもんで、もともとウイグルは別の国という概念だよねとか、チベットでも別の国の概念だよねっていうのがあったんですけど、その概念っていうのを取っ払って、お前ら中華民国やろみたいなので、中国になってしまったっていうのもあったりするので、そういう意味でいくと、ある種内政問題ということに今はなってるんですよ。中国国内というか世界中的に。なので移民を入れてきて起きたということではなくて、昔の時代のその強い人がここ俺の国なって言ったらそれに従うしかなくて、で結果として中国の中でどんどん中国が一体化政策をしていったっていう結果なので、そこは別にちょっと移民問題とは違うかなっていうところなんですけど、日本の場合も移民をどんどん増やそうとしてるっていうのは安い労働力が必要だよねっていうところで、短期的に考えると移民に頼った方が儲かるんですよ。日本人の若者そもそも少ないよねとか、肉体労働やらないよねってなって、で儲けたいからじゃあ外国人移民入れますっていうので、外国人移民を入れて外国人移民が年を取った時にどうなるかというのを日本の人はあまり、その人が年を取ってじゃあ家族を作って住み始めて、で肉体労働しかできない家系で教育レベルが低い人たちの層というのが今後増えることになるんですよ。言葉があんまり喋れないし、日本の文化にも馴染まないので、肉体労働以外の仕事があまりできませんという人が家族を作って子供を作って、そこでもやっぱりその子供たちの教育レベルが低くなってしまう。もともと教育レベルが高くない人は、やっぱり子供の教育レベルって低くなっちゃうんですよ。これ日本人でもそうなんですけど、親が高卒だと子供が大卒ってやっぱ少ないんですよ、割合として。いないわけじゃないですからね。肉体労働で外国人の人が肉体労働で働きますという人が来て、でそこで結婚して子供が生まれたとしても、肉体労働をやる人というのはまだ足りないから、じゃあ肉体労働を子供させればいいよねっていうので、教育レベルの低いグループというのがどんどん増えていくんですよ。で、結果として何が起こるかっていうと、日本人の若い人たちがなぜ肉体労働をしないのかっていうと、長期的には儲からないし損するからなんですよ。介護の仕事って日本にとって必要ですけど、僕は介護の仕事を若い人はやらない方がいいよねって言ってる理由は、40代とかになると腰を言わして動けなくなるんですよ。肉体労働もできなくなりました。管理職にもなってないと働けなくなりました。はい、アウトなんですよ。ただ日本の場合は保険がありますよとか生活保護ありますよっていうので、肉体労働しかできないけれども肉体労働もできなくなった人でもちゃんと文化的な最低限度の生活というのができるようになっているんですよ。でもそうならない方がいいよねというので、肉体労働以外のことができるようにした方がいいよねっていうので、日本の若い人たちというのは教育を受けて肉体労働以外で、例えばじゃあ建築の会社に入るとしても、現場の建築をやる人ではなく管理職になって出世するという形で建築会社に就職するんですよ。現場の人をやるためではなくて、その先を見据えて教育を受けるという形で日本人の教育レベルはどんどん上がってるんですよ。若い人たちというのはそうやって教育を受けて上がっていくべきだよねってなってるので、体を壊したとしても足が動かなくなりましたっていうのも車椅子でも管理職できるよねとか、リモートワークでも管理職できるよねってなるんですけど、肉体労働しかできない人というのはその時点で金を稼ぐということができなくなってしまうんですよ。
で、そういう人って日本だときついよねっていうのが分かってるから、今の日本人は肉体労働だけで一生暮らしていこうってならないわけじゃないですか。でも外国人の人たちは、それしかできないし、それが続いていいよねと思ってるんですよ。外国人の人たちで、日本に肉体労働で来ている人っていうのは、その国でも教育レベルの低い人たちなんですよ。どんな国でも大卒の人がいて、頭のいい人がいたりして、で、その国の知的レベルが高くて、頭のいい仕事をしている人は、別に他の国に肉体労働で出稼ぎする必要ないんですよ。シリアは除く。内戦が起きてる国とか別ね。内戦が起きてる国とかは死んじゃうから優秀な人が逃げるんだけど、そうじゃない国の場合って、その国でそれなりに稼げるからその国でいいよねってなるんですよ。その国で稼げなくて肉体労働しかできない人っていうのが外国のに労働者として来るっていうのが結構あるんですよね。難民は除く。で、日本の場合、難民ってそんなに来てなくて、その国で稼げないけど、日本に行ったら稼げるんじゃねえのとか、アメリカに行ったら稼げるんじゃねえのっていう、単純にその、給料が低いから外国に行きたい人たちっていうのが日本に来てるんですよ。本当に来てる難民は 1% 以下かな。っていう状況だったりするので、長期的には良くないよねって話だと思うんですけど、でもなかなかこういう話は伝わらないですよね。短期的にしか人は見ないので。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。